プレミア中古の買いのサービスについて、一番重要なところからご説明をしていきます。その最初は資産性ですね。資産性って何ぞやっていう話になります。で、資産性というのはその物件が年間でどのくらいのパーセンテージ下がっていくかっていうことを長期的に見たものなんですね。で、縦軸を年間の下落率で見ています。横軸はスマイサーフィンで使っている儲かる確率ですね。儲かる確率が高い物件ほど1年間の値下がり率が小さいということになります。で、これ一個一個の点は駅になっていまして、駅はこのように分布がすごく正確に出てきます。ということはどの駅を選ぶかで年間の下落率がどのくらいになるかということが決まってしまうということなんですね。で、もちろんその駅の中でもいい物件悪い物件ってあるわけですけれども、駅でこんな風に差がついてるっていうことは理解してもらいたいところですね。でその中にあって、何をいいと言ってるかというと、ここで年間の下落率 2%、 ここが一つの試金石になります。2% というのは皆さんの、元本の返済のスピードというのは 2% 以上あるんですね。で物件の下落率が 2% に収まっていれば皆さんは、含み益を出していくことができます。で、だからこれ以上の、これらのパーセンテージが高いところで下落率があれば、その物件は資産性がある。だからこの辺の物件は資産性があるということになってきます。逆にこっちの物件は選んだら、売却できなくなる。例えば売却したとしても、元本の返済よりも物件価格が下がっているので売るに売れないという状況になるかもしれません。なのでこの辺はちょっと気をつけなければいけないということになってくるんですね。じゃあこういうふうに駅が分布していくという場合に、とはいえ物件の価格って将来どうなるのよっていうのは、一つは相場感自体は例えば全体が値上がりしたり値下がりしたりっていうのは、起きますけれども、この順番というのは序列は基本変わらないんですね。なので、上がる時もあれば下がる時も、5年10年20年と思っていれば、そういう時はあります。でも、それを差し引いた時に下がり方ってどうなるかということを言っているので、なのでこの順番は変わらないんだということを覚えておいてください。で、総じて、儲かる確率が高い、年間の下落率も、そんなに落ちないというところは相場としては高いところ、都心部になってきます。で、そうなると高いからなかなか買えないですよね。でただ、この縦軸をここでは下落率で取ってますけれども、儲かる確率が高いやつは、年間下落しにくい、年間下落しにくいんだけれども、縦軸を、例えば単価ですと、相場が高いところ安いところというふうに縦軸を取った場合に、安いところであっても儲かる確率が高い物件場所ってあるんですね。そういったものを私たちはコンサルしていこうというふうに思っています。もう一度おさらいですけれども、ちょうど儲かる確率 50% ぐらいのところが年間の下落率が 2% ぐらいで、70% ぐらいのところが年間 1% ぐらいの下落率で、例えば 86% ぐらいまでいくとほぼ下がらないという状況になってきます。で、ということが、一つ目安として覚えておいていただくことになります。それで、では資産性の判断方法としてこれをどのように考えるかというと、先ほど儲かる確率 70% ぐらいだと年間の下落率 1% っていう場合でした。1% の場合には10年後に元本の返済はだいたい今の金利ですと 23% ぐらい減ってるんですね、物件価格に対して。でも年間の下落率 1% なので10年経ってもその物件は 10% ぐらいしか下がってないですね。そうなると含み益は 13% ほど生まれています。元本 23% 下がっていて物件価格は 10% しか下がっていないから、この差分の 13% が含み益ですと。例えば物件価格が8000万円であれば、例えばこの 13% の含み益が出ますが、売るときに 3% の手数料がかかりますので、それをさっぴいて 10% だとすると、物件価格のちょうど1割の800万円が手元に残るということになります。で、こういった、含み益に関しては譲渡所得控除というのがあるんですよね。3000万円までは自宅の場合は無税になります。なのでこれは丸々自分の懐に入ってくるということになります。また、住宅ローン控除っていうのは、大体10年これから13年ぐらい、になっていますので、400万円から520、30万円ぐらい、までに、の中で還付されてくるということになります。
で、私たちが、駅ごとの年の下落率を知っていて、皆さんは個別にはあんまりどの駅がどうかってこと知らないですよね。でそういったことをコンサルしていきますという話で、皆さんにとってみれば、勤務地がどこ、例えば、ご夫婦で勤められている場合にはそれぞれ違う場所になるかと思います。でそれから実家がどこ、実家に帰りやすい場所とかですね、気分的に近く感じられる場所とか、あとは世帯構成であるとか予算であるとか、皆さんの都合に合わせて、年間の下落率が低い、儲かる確率が高い、ところの、エリアを選定していくというのがプレミア中古の、主たるサービスのポイントになっていきます。